実はですね、これ一度完成をさせて、これで、昨年飾りました。自分では完成のつもりでおったんですが、どうしてもどうもぴったりと私の今まで作品がどうも気に入らなくてですね、もう一度これを修正するために針金かけ、をいたしますが、まずなぜ形が悪いかというと、これですね、これの場合この一番いいところが分かりますか。ここのねじって上がってという、なかなか他の木にはこんなのはないんです。これをよく見るとここがちょっと邪魔して、これを下げようかなと思ってるんです。最初の1の枝ですね。1の枝がこれだとする、これがちょっと高いでこう下へ下げる、これをこう横へねじる、この辺もちょっと下げる、こういう全体的な少しずつ、これもこういうふうですね、これぐらいへ持ってきたい、こういうことで全体的に修正するところがありますのでね、その辺をまず見るために最初スタートを見といてください。ここにね、黄金色の、これも珍しいあれですが、なかなか大きくなってきたら刺し目して、苗を取ろうと思っとったけど、なかなかあれだな、大きくならんの、こういうやつは。もう3年ぐらい前からこう、黄金の色で出とるなぁと思っとるけど、それから一向に太くなってこん、っていうのは長くなってこない、突然変異っていうああいうのが至ってそういう動物でも一緒だけどね、同じ種類でもやっぱりちょっと変わったのはなかなか育ちにくいって。分かりやすいからちょっと今日は天気も悪いで映りが悪いんかもしれんな。ここをこう下げたいんですよ。下げる時にはこっちがこういう曲がりでギュッと下げるというね、針金を曲げようとする人はその辺分かって見えると思いますので、何べんも私だけどあれですよ、失敗して逆じゃんという時もあるからね、失敗だから恥ずかしいなんてふうにも思ってないんですよ。失敗しちゃったっていう感じで。私は面倒でもこれが楽しい趣味なんだよという言い方で逃げますがね。よしこうなってるでしょ。これでこのアルミは 2.5 ですわ。2.5
これぐらいは皆さんね、2.5 ぐらいが私はかけやすい。この辺もかけやすいんでね、2.5 から3はちょっと難しい時もあるけど、これだな、こっちへ持ってくるか。時々私こういう指の力とか、特に針金掛けの場合ですね、プライヤーやこう挟むのを使って一応力はあまり出し切らんようにやってるんですが、この辺手でプライヤー使わずに手でこうやってやるときが大体主な作業ですけれど、針金は、小白類は針金をかけてっていうんですかね、かけたまま飾ってもいいというような、ようになってるんですが、前も YouTube に撮った中でも、私の意見を言ったんですが、本来は針金はかかったままじゃなしに取って飾るっていうのが一番の基本ですね。だけどなかなか松なんかは2年ぐらいかかる、2年も3年もかかる場合もありますのでね、癖がつくまでに。ですからあまりみっともない針金は、目立つような針金は取り除いて、どうしても、そのままで飾りたいという人はやむを得ず、残して飾ってやるんですが、ある人によれば針金掛けも技術だからかかっとってもしょうがないという言い方をする人もあるんですけどね、そこら辺であまりけんけんがくがく議論する必要もないと私は思っておりますので、それはそれで個人個人の解釈でいいんじゃないかなと。おいいようなっとるぞ。あとこれをこうして同じ方向から来てここへ来るか、ここへ来るか、これだな。これが嫌だね。だけどこれで隠すか。これでちょっと隠すか。ちょっと隠す。よし。こうかな。針金掛けで皆さん苦労されると思いますが、どちらへ曲げるかどちらへ下げるかという時に針金を通す位置が、なかなかね、面倒な時がありますね。これは、ご承知だと思いますので、あまり、針金のかけ方からは説明するとちょっと話がくどくなりますんでやめておりますが、よいしょよいしょっと、これがねあんまり枝に力はかけれんしといって緩めではみっともないし、
うんうん。これでちょっと浮いとるのはいいな。うん。よし、ちょっと剪定します。この辺を。これもね、厚みがちょっと厚いまんまやったね。これを最後にこれを下げるな。それでこれが2番、これはこれでいいんだ。実は針金掛けはですね、この真夏に向かう時はあまり良くないんですね。一旦落ち着いた夏過ぎてからの方がいいんですが、成長期は多少柔らかみがあるので、今かけとくと太りが早いために癖は早くつくということです。癖が早くつくということは傷もつきやすいということですね。したがってそういう時期であるということは頭に置きながら注意してかけていくということが必要ですので。よし、終わったぞ。綺麗になったわね。これは綺麗にならなかった。あそこで見る？曲げる？この辺だったの？いいだろ、だいたい見える。この幹が見えて、これがここへ入って、いいとこだな。完成です。1時間かかりましたね、やっぱり。